塩原温泉この葉化石園。塩原化石湖の地層をメインとした古代植物や昆虫の化石の博物館。とてもきれいな形で化石が残っていることで有名です。化石は1000円で購入してその場で化石の発掘を体験できます。細かい地層になっているので何回も叩いて発掘できます。出ました。でも2枚重ねですねこれ。そして発掘した化石は持ち帰ることができます。夏休みの自由研究に最適だね。ユキヒョウの旅概要欄のチャプターリストもご活用ください。ロケーション。この葉化石園は塩原温泉郷の北端に位置しています。塩原温泉郷からは少し離れているので車で行くのが便利です。無料の駐車場も完備されています。観光名所の紅の吊り橋からは徒歩約20分。箒川沿いの遊歩道を歩いても行けます。那須高原エリアだけれど夏だと暑くて歩くの無理そう。博物館到着。園内は公園のようになっていて川も流れています。千個橋を渡ります。川の名前はこの葉川です。料金は表示の通り4月から11月は大人500円、子供300円。12月から3月までは大人450円、子供250円です。開館時間は9時です。不定休なので事前に休館日でないか確認することをお勧めします。水は澄んでいてとてもきれいだね。夏に川遊びができたら楽しそうだけれど降りられそうになかったのよ。園内には赤い橋と池があり錦鯉が泳いでいます。パンくずでも持ってくればよかった。この赤い橋はこの葉化石の紅葉のイメージを重ねたとも言われています。深い緑の中に赤い橋がひときわ鮮やかに浮かび上がっていて綺麗だね。この橋を渡ると博物館の裏手に出ます。博物館の裏手です。こちらにも小さな池と石のテーブルと椅子があります。鯉もいるね。博物館の入り口はこちらです。正面に見えるのが10万年以上前の地層です。かつて塩原には大きな湖があり、山から流れ込んだ砂や泥とともに木の葉が静かに積もっていきました。その名残が今の地層で、ブナやカエデなど多くの植物化石、そして小動物の化石までもが眠っています。では、館内を見てみましょう。館内。館内に入ると
塩原で産出した動植物の化石が並びます。木の葉の化石は、まるで最近の落ち葉を見ているかのような、今と全く変わらない形で残されています。塩原の地層や木の葉について、館長さんに案内していただいたので、最後にその音声も紹介します。展示室は、塩原の化石を展示するこの展示室と、海外の化石や鉱物の展示室があります。なんだか懐かしい気持ちになる博物館だ。その奥に、売店と化石発掘体験の部屋があります。最初の展示室は、昭和の頃に子供だった世代にはとても懐かしい雰囲気。天井近くにある太古の絵もとても素敵でした。ちびっ子たちはこの絵をスケッチすると自由研究に花を添えられるね。個人的にこれらの太古の絵はとても好きです。特にこのブルーの深海。恐竜の時代。塩原化石湖のジオラマ。塩原火山の噴火で埋没し、化石湖になりました。その後地殻変動により隆起し、入り口横に地層が見えましたが、丘陵になりました。化石発掘。まずは売店で化石5個セットを1000円で購入します。置いてあるセットの中から自分で選べます。ただ割ってみないとわからないわけですね。でもちょっとずれちゃうと出ない場合もあるし、はい、出なければまたこう割れるんですけど、はい、持っていいのが入ってる可能性もあるっていう、この中にももしかしたら入ってる可能性があるんですね。はい。普通は異物が入ってるのでそこは割れるんですけど、これたまたま薄いですから、はい、ちょっとそうとも言えないんですね。では手前の一つを選んで発掘の体験をします。万が一出ない場合もあるわけですね。はい。それでは早速館長さんに発掘方法を教えていただきます。ちょっとこれ固めの石なのでこう層に沿って直角にですね、直角にやるときれいに割れるんですね。こう叩いてこうですね。割って出なければ今度また真ん中ですね。真ん中。この方が簡単だと思いますけど、こういうふうに。直角に。ではやってみます。真ん中で。平行にですね。そうですね。そういうふうに言われるので、今度また出なければ真ん中って、これちょっと残念出なかったですよって。で、また真ん中って言われてる。はい。変に割れちゃった。一部出てたんですけど、残念ですね。ここのとこもうちょっと割ってみていいですね。同じ層を。ちょっとこれ、本当に薄くてすごい層が。出た。十数年前の木の葉です。すごいちゃんと手で触れると葉脈の立体感がすごいです。植物の保存状態に関しては世界でも優秀なんですけどね。植物ってここまで綺麗には残らないので。脆いですもんね。そもそも葉っぱ枯れ葉になってから泥に埋まるので。うまくいきかなって。出ました。でも2枚重ねですね、これ。すごいですね。普
通化石ってこんな簡単には出ませんからね。あ、じゃあ私今回ポロポロ出ていやラここッキーな。はちょっと例外なんですね。たくさんええですから取りやすい、出やすいという。なんていうんですかね、化石ってこんな簡単に出るもんだと皆さん思っちゃう方もいるんですけど、はい。それはもうやらない方がいいですね。そうですね。せっかくこれと。それは全部割っててもいいそうですね。そうするともしかしたら。これなら持ち帰れると。そうですね。ええで、出たよっていうの。ええ私ね、もっとね、硬くてやりにくくて時間かかるのかと思ってたんです。そう、見える。そう。あ、出なかったですね。ありそうな。失敗失敗ですね。ここにあったのに。本当にこう綺麗なそうなんですね。大変これもったいないですね。ええこれ夏休みとかお子さんが結構、いやもう土日もすごいですね。もう熱中するでしょうね、これ。ええか大人や子供より大人の方が夢中になる。確かに、群馬のね、大間々にこのどんと博物館っていう、このどんすごいちっちゃい、ちょっとあるんです。そこもね、このどんとを探すっていうのは、え大人が熱中してましたね。ああ私子供飽きちゃってて。このどんとってすごいちっちゃい、ええこんなちっちゃい化石を一生懸命みんなが探すという。え左右にずらしてこうね。ちょっとあ、失敗。もったいないでも。こっちが綺麗。ああ、もったいない。ちょっと、私が下手なんで、もったいないことをしてしまう。でも出ましたということで。なんかこれがすごいですね。まだ1枚は入ってるというか。例がついてるんです本当にじゃあ、普通に小さいお子様にも、達成感でね、これだっていう喜びが。なんか全然違う。出過ぎなんですかね。最後の石はちょっと割りにくかったです。あ、ここにあったのに、ちょっそうですねともったいないことをしましたね、ここに。持ち帰るのにこれだったらまだ半分ぐらい割ってもいいんじゃないですか、重いから。あ、そうですね。えちょっとこれを壊しちゃったらもったいないなっていうのがあるんだけど。そのまま持ち帰れるんだったらこのまま持って帰った方がはいいいですよ。ただ、この辺で、あ、軽くなりましたね。地点でなんか。なるべくこう簡単両方で持ってた方がいいんですよね。こういうふうに。あ、なるほど。ええ、これはこれですね。持ち帰る化石をまとめておしまいです。包む新聞紙も置いてあります。お持ち帰りはこちらの6点です。こちらの残骸からもまだ割れば出るかもしれないということでしたが、帰りのバスの時間があるので帰ることにしました。ぜひやってみたいけれど、栃木は遠い。そんな方には通販もあります。送料込みで3000円です。自宅で発掘する場合は、大きめのマイナスドライバーを石に当て、トンカチで叩くと良いそうです。教育機関向けの販売もあります。お子様のお土産には、鉱物コレクションや鉱物万華鏡はいかがでしょうか。館長による説明。層が塩原構成層といいまして、湖の中でできた地層ですね。はい。でこれ見た目小さいんですけど、奥行きが20メートル先までありまして、地下が140メートル下まで続いてる。深いんですね。で奥の方をこう採掘して教育施設に送ってるんですけども、で30万年前に塩原の南側に高原山があるんです。活動に伴ってできた湖です。カルデラ湖ですね。この辺がマグマがりがあったために空洞になってぶつしてできた湖で、湖の中でもこの辺がほぼ中心で深い場所だったために湖に流れ込む川の泥や砂堆積してできた地層ですね。で現在この地層からは植物化石が173種類、昆虫化石には93種類出てます。
あと魚とかカエル、鳥のもネズミ等ですね。で、植物に関しては30万年前も現在も変わらないです。ですから30万年前の今の気候もほとんど変わらなかったんですね。じゃあ今もこの辺にある草花、全く変わらないです。同じものがここに埋もれてて化石になっている。ですから30万年前の塩原の気候も今とほとんど変わらなかったですね。で、湖自体は水の中禅寺湖と同じぐらいです、大きさは。じゃあ相当大きい。そうですね、東西5キロ、南北3キロぐらいの三日月がと湖だったんです。これも、例えば、これ、大もみじ。これ、全く変わらないです。上が現在のですね、押し場。で、例えばですね、これ同じものなんですね。大もみじ、はい。こういうふうに割って、なるほど。開いたところ。そうですね、カウンターパート必ず両方から出るんですけど、で、ちょっとこれじゃわからないんですけど、凹凸がある方が実体のある方で、こちらが印象になるわけですね。ちょっと薄い方ですね。そうですね、全部そうなってますね、こういうふうに。みんなパッて開いた。そうですね。どうぞ。ありがとうございます。空いていたので案内だけでなく解説もしていただけました。かつての湖では帰ります。この時は10月下旬、伊藤園ホテルズのニューモミジに宿泊していました。遊歩道。ホテルまで遊歩道を歩いて戻ります。ホテルから徒歩に10分くらいでした。ホテルの紹介動画もありますので、よろしければご覧ください。紅葉にはまだちょっと早い時期でした。ほうき川に降りてみました。右に見えるのは水槽ですが、昔の川底9カ所をそのまま保存した地形展示です。マスのつかみ取りとかをする場所かと思った。もしかしたらただの水遊び場かも。遊歩道の右側は民家なのでちょっと安心できます。人っ子一人いないと寂しいもんね。最近はクマとの遭遇が怖いし、駐車場が左に見えてきたらホテルもすぐそこです。遊歩道はこの後もずっと続いていて、紅の吊り橋はここから5分くらいです。ホテルに到着。紅の吊り橋。最後は紅の吊り橋の映像でお別れです。近くにはお土産屋さんとレストランがありました。昼バージョン。昼間は観光の人がちらほら見えました。紅葉が深まったらもっと綺麗な景色だと思います。下にも降りましたが、どこまでが川だかわからない感じだったので、靴がびしょ濡れにならないよう注意が必要です。
本当は降りちゃダメだったのかもよ。夜バージョン。ライトアップされるので結構混雑するかと思ったのですが、誰もいませんでした。平日だったのと紅葉には早い時期だったからだと思います。あとクマが怖い人も多かったと思う。夕方から早朝のお出かけにはお気をつけください。この動画が参考になりましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。他の動画もよろしくね。チャンネル登録も。最後までご視聴ありがとうございました。また見に来てください。またね。